やっほー、元気ですか？今日も来てくれてありがとうございます。今日は皆さんに僕にアドバイスをしてほしくて喋ってます。内容はやる気について。最近はやる気っていうのは出すものじゃなくて習慣化したりとか環境を構築する、そういった行動の面に注目するといいよって言われています。ですが、なかなか難しいですね。僕はアルバイトに行っているとき、自由が拘束されるので、どんどんやりたいこと、やりたい意欲が高まっていきます。例えば、家に帰ってこれの勉強したいとか、自分が今やりたいことに取り組みたいとか。で、そういった意欲は自分が自由のない環境、仕事している環境では強いんですけど、家に帰ってきてしまうと、やる気がなくなってしまうんですよね。さっきまでのやる気はどこに行ったんだって思うぐらい、いきなりやる気がなくなってしまう。それは、やっぱり自由時間があると SNS に手を伸ばしてしまうから、それが僕の中で一つの理由なんですね。よくモチベーションとか、やる気とか、目標とか、そういった自己啓発のような話が世間ではよくされますが、僕は最近ちょっと、その、頑張ればできるっていう風潮にはあんまり気乗りしてないんですね。だから今日考えたいのは、どうしたら家に帰ってきてもやる気がなくならずに頑張れるかっていうのを考えたいんですよ。で、極論これはスマホをどうやってやめるか、その方法を考えるっていうことでもあって、なぜならやる気がなくなる元凶、理由っていうのは僕にとってほとんどスマホ、SNS だからです。最近の若者の言葉ではドパ書きっていうのがあって、ドーパミンが、ないと何もできない。ドーパミンを常に欲してしまう。そういった若者のことをドパ書きと呼んでます。最近流行ってる言葉ですが、あまり印象は良くないですね。ドーパミンに支配されているような、そういったネガティブな印象を含む言葉です。ですが、自分自身がドパ書きであることを最近自覚しています。さっき言ったように、スマホが触れない環境では、すごくやる気に満ち溢れている。勉強とか努力とか、そういったもの、熱い気持ちを抱くことができるんですが、帰ってきて自由時間になって、いざ自分で行動を選択していいってなると、スマホに手を伸ばしてしまう。そして、やる気がすべて失われてしまう。これは本当に良くないなって思ってます。だから、今年の夏は、そういった状態から頑張って抜け出そうと思ってます。頑張ってって言っても、なんか、やっぱり自己啓発チックになりたくなくて、熱い気持ちで乗り切るっていうのは、ちょっと自分の性格的にはむさ苦しく感じてしまうから、もうちょっと別のアプローチを考えてみたいです。僕が、直近、昨日思いついた方法としては、何かになりきることがいいんじゃないかなって思いました。どういうことかというと、
例えば、環境を変えたらやる気が変わるって、モチベーションとか行動が変わるってよく言われますが、環境を変えることはつまり、その環境にいる人になりきることだと思うんですよ。もちろん、その環境では、例えばスマホができないとか、自由がないって、そういった制約があるから、うまく行動できるっていうのもあると思うけど、心理的な側面では、僕は、その環境にいる人になりきってるんじゃないかなって思うんですよ。例えば、スターバックスに行って勉強する人は、ビジネスマンとか、勉強を頑張る人、そういったターゲットに自分がなりきっている。だから、勉強とか作業がはかどる。図書館でもそうで、図書館は本を読む知的空間なので、図書館に行くと知的な人になりきってる気持ちがある。そういうふうに何かをするとき、何かに取り組めるときっていうのは、僕の仮説として何かなりたいものになりきる。それがいいんじゃないかなって思いました。頑張ればできるとか根性論じゃなくて、もうちょっと自分に優しい方法でやりたいですね。でも、根拠があるとかそういったわけじゃないので、これも一種の根性論と言われるかもしれませんが、何かになりきって頑張ってみる。だから僕の場合は、今勉強したいこととかが何個かあって、例えば中国語を喋れるようになりたいとか、あとは他には小説を読んだりしたいんですね。あと哲学とかも興味があるので、基本的にはそういった読書系、中国語は喋る練習が必要ですが、何かを学習するっていうことに意欲があるので、学習者になりきろうかなって思ってます、今年の夏は。だから図書館に行ってみたりとか、で、思い切って本を一気に買ってみました。3冊買ってみました。普段は一気に買わないんですが、本を一気に買って、で、本を毎日開く人、本を毎日読む人、読書家になりきろうかなって思ってます。今年の夏は。目標なんで達成できるかわからないですけど、なんか、いざやってみるとなると意外とできたりするもんだと思います。本を買ってみるっていうことをすることで、身の回りに自分の興味のある本がたくさん置かれる。だから結果的にそれは身の回りの環境を変えるってことであり、自分が読書家になりきるっていうことでもあると思います。みんなは今年の夏、もしくは冬、ちょっと場所によって季節違いますけど、なんか目標ありますか？なりきってみたい自分とかありますか？僕はドパ書きっていうのを脱却して、SNS からちょっと距離を置きたいなって思ってます。SNS って言っても、いい使い方と良くない使い方があると思います。こんな風に日本語の学習のためっていう目的があるならいいと思います。僕の言う SNS は目的のない、無駄な時間。それを個人的には、距離を置きたい。そこから脱却したいと思います。また次の動画では多分本の話をすると思います。僕が買った本が届いた話すると思います。なのでお楽しみに。
僕も本が届くのが楽しみです。Amazon の発送は早いので、多分もうすぐ来ると思います。じゃあ今年の夏は僕はそれで乗り切ります。皆さんも頑張ってください。はい。頑張りすぎず頑張ってください。これ見てる人は学生が多いのかな、それとも社会人かな。社会人なら仕事あると思いますが、学生なら休みですね。夏休みとか。ってなるとやっぱり時間ができるので、自分の取り組みたいことに取り組みやすいなって思います。うん。じゃあ今日の動画はこれぐらいで終わります。おやすみなさい。もしくはこれから一日、今日一日頑張りましょう。じゃあバイバーイ。またねー。